春日部つむぎのゲーム作ってみよう。親愛なる視聴者の皆様、こんにちは。どうも、春日部つむぎです。今回はインベントリスロットを作成した時に使用した座標に配置する方法を UI ではなくレベル上でスタティックメッシュを XY 座標に配置してみようと思います。スタティックメッシュを座標に配置してみた。その1、スクエア。早速作ってみましょう。1、タイル用スタティックメッシュの作成。配置するタイル用のスタティックメッシュを作成します。今回は正方形のスタティックメッシュにします。アクタを配置パネルより、ジオメトリ、ボックスをレベルに配置します。詳細パネル、ブラシセッティングで、X100.0、Y100.0、Z10.0 にします。詳細設定、スタティックメッシュを作成をクリックします。保存先のフォルダを選択して、名前を SM タイルにします。スタティックメッシュを作成をクリックして、作成します。レベルに配置したジオメトリがスタティックメッシュに置き換わります。一旦削除します。2、マテリアルの作成。作成した SM タイルに使うマテリアルを作成します。テクスチャをエディタにインポートします。今回は、簡単な縁が白い正方形のテクスチャを使います。インポートしたテクスチャを右クリックして、マテリアルを作成します。名前を M ベースにします。ファイルを開きます。結果ノードを選択します。詳細パネル、ブレンドモードをトランスルーセントにします。オパシティが選択できるようになります。オパシティを 0.1 にします。ベースカラーにつながっているテクスチャサンプルノードを切断します。ベースカラーを右クリックして、パラメータへ昇格します。詳細パネル、デフォルトバリューを R1.0、G1.0、B1.0 にして白色にします。エミッシブカラーを右クリックして、パラメータへ昇格します。詳細パネル、デフォルトバリューを R10.0、G10.0、B10.0 にして白色にします。エミッシブカラーノードより、マルチプライノードを配置します。エミッシブカラーにつなぎます。テクスチャサンプルノードを右クリックして、パラメータに変換します。名前をテクスチャにします。リニアインターポーレイトノードを配置します。アルファピンにテクスチャパラメータノードをつなぎます。リニアインターポーレイトノードをマルチプライノードの B ピンにつなぎます。保存して閉じます。インスタンスマテリアルを作成します。M ベースを右クリックして、マテリアルインスタンスを作成します。名前を M スクエアにします。ファイルを開きます。詳細パネル、パラメータグループ、グローバルベクターパラメータバリューズ、エミッシブカラーを有効にします。色を指定します。今回は R0.0、G10.0、B10.0 にします。ベースカラーを有効にします。今回は R0.0、G1.0、B1.0 にします。保存して閉じます。あと2つ作成します。作成したマテリアルインスタンスをスタティックメッシュに設定します。SM タイルを開きます。マテリアルスロットに M スクエアをセットします。保存して閉じます。3、スクエア座標用のアクタを作成。スクエア座標用のアクタを作成します。右クリック、ブループリントクラス、アクタ。名前を BT スクエアアレイズにします。ファイルを開きます。コンストラクションスクリプトに記述していきます。配置するスタティックメッシュの数を指定します。変数を追加します。変数 XS、インテジャー型を追加します。インスタンス編集可能を有効にします。変数 XS、インテジャー型は X 座標です。変数 YS、インテジャー型を追加します。インスタンス編集可能を有効にします。変数 YS、インテジャー型は Y 座標です。変数 XS、ゲットノードを配置します。変数 XS、ゲットノードより、マルチプライノードを配置します。変数 YS、ゲットノードを配置します。マルチプライノードにつなぎます。配置するスタティックメッシュの数をフォーループノードで繰り返し作成します。フォーループノードを配置します。コンストラクションスクリプトノードにつなぎます。フォーループノードは0から始まっているので、ラストインデックスより、サブトラクトノードを配置します。下のピンを1にします。上のピンに数の指定をつなぎます。インデックスを右クリックして、
変数へ昇格します。ループボディにつなぎます。配置するスタティックメッシュを指定します。コンポーネントパネルのクラス追加より、インスタンスドスタティックメッシュコンポーネントを追加します。インスタンスドスタティックメッシュを配置します。インスタンスドスタティックメッシュより、セットスタティックメッシュノードを配置します。変数インデックス、セットノードにつなぎます。ニューメッシュにレスームタイルをセットします。ニューメッシュを右クリックして、変数へ昇格します。名前をスタティックメッシュにします。インスタンス編集可能を有効にします。指定したスタティックメッシュが配置されるようにします。インスタンスドスタティックメッシュコンポーネントを配置します。インスタンスドスタティックメッシュより、アドインスタンスノードを配置します。セットスタティックメッシュノードにつなぎます。X と Y の座標を指定してスタティックメッシュを配置します。変数インデックス、ゲットノードを配置します。変数インデックス、ゲットノードより、ディバイドノードを配置します。変数 YS、ゲットノードを配置します。ディバイドノードにつなぎます。こちらは X コーディネートを表しています。変数インデックス、ゲットノードより、モジュロノードを配置します。変数 YS、ゲットノード、モジュロノードにつなぎます。こちらは Y コーディネートを表しています。配置するスタティックメッシュ間の距離を指定します。変数を追加します。変数 XS ディスタンス、フロート型を追加します。インスタンス編集可能を有効にします。変数 XS ディスタンス、フロート型は X 間の距離です。変数 YS ディスタンス、フロート型を追加します。インスタンス編集可能を有効にします。変数 YS ディスタンス、フロート型は Y 間の距離です。ディバイドノードよりマルチプライノードを配置します。変数 XS ディスタンス、ゲットノードを配置します。マルチプライノードにつなぎます。モジュロノードよりマルチプライノードを配置します。変数 YS ディスタンス、ゲットノードを配置します。マルチプライノードにつなぎます。ワールド座標で配置したいので、ワールドスペースの調整をします。ゲットアクターロケーションノードを配置します。リターンバリューよりアドノードを配置します。下のピンよりメイクベクターノードを配置します。X に XS 側をつなぎます。Y に YS 側をつなぎます。アドインスタンスノードのワールドスペースを有効にします。インスタンストランスフォームよりメイクトランスフォームノードを配置します。ロケーションにアドノードをつなぎます。スケールを右クリックして変数へ昇格します。インスタンス編集可能を有効にします。コンパイルして保存します。変数のデフォルト値を設定します。変数 XS を選択します。デフォルト値を10にします。変数 YS を選択します。デフォルト値を5にします。変数 XS ディスタンスを選択します。デフォルト値を100にします。変数 YS ディスタンスを選択します。デフォルト値を100にします。コンパイルして保存します。ビューポートに移動します。タイルが綺麗に並んでますね。ファイルを閉じます。アウトライナでディレクショナルライトを選択します。詳細パネル、ライトカラーを若干暗くします。作成した BT スクエアアレイズをレベルに配置します。ちゃんとできましたね。4、スポーン用タイルアクタの作成。スタティックメッシュにコリジョンをつけて、タイルの座標を取得してみようと思います。スポーン用のタイルアクタを作成します。右クリック、ブループリントクラス、アクタ。名前を BT タイルにします。ファイルを開きます。アクタをスポーンするときにインデックスを付与します。変数を追加します。変数インデックス、インテジャー型を追加します。インスタンス編集可能を有効にします。スポーン時に公開を有効にします。コンポーネントパネルのプラス追加より、スタティックメッシュコンポーネントを追加します。詳細パネル、スタティックメッシュにレスームタイルをセットします。コンポーネントパネルのプラス追加より、ボックスコリジョンを追加します。名前をコリジョンにします。詳細パネル、レンダリング、ハイデンインゲームを無効にします。コリジョンを右クリック、イベントを追加、オンコンポーネントビギンオーバーラップノードを追加します。スタティックメッシュコンポーネントを配置します。スタティックメッシュコンポーネントより、
セットマテリアルノードを配置します。オンコンポーネントビギンオーバーラップノードにつなぎます。エレメントインデックスは0にします。マテリアルに M スクエアレットをセットします。コリジョンを右クリック、イベントを追加、オンコンポーネントエンドオーバーラップノードを追加します。スタティックメッシュコンポーネントを配置します。スタティックメッシュコンポーネントより、セットマテリアルノードを配置します。オンコンポーネントエンドオーバーラップノードにつなぎます。エレメントインデックスは0にします。マテリアルに M スクエアグリーンをセットします。検証用としてプリントストリングノードを配置します。ビギンオーバーラップのセットマテリアルノードにつなぎます。変数インデックス、ゲットノードを配置します。インストリングにつなぎます。プリントストリングノードを配置します。前のプリントストリングノードにつなぎます。スタティックメッシュコンポーネントを配置します。スタティックメッシュコンポーネントより、ゲットワールドロケーションノードを配置します。ゲットワールドロケーションノードをインストリングにつなぎます。オーバーラップした時に、そのスタティックメッシュのインデックスとワールド座標がプリントされます。コンパイルして保存します。スポーンするスクエア座標用のアクタを作成。スタティックメッシュがスポーンするアクタを作成します。BT スクエアアレイズを右クリックして、複製します。名前を BT スクエアアレイズスポーンにします。ファイルを開きます。コンストラクションスクリプトに移動します。コンストラクションスクリプトのオド以下を切り離します。コンストラクションスクリプトのオド以下を切り取ります。イベントグラフに移動します。貼り付けます。イベントビギンプレイノードにつなぎます。スタティックメッシュの指定とインスタンススタティックメッシュの配置は不要なので削除します。スポーンアクターフロムクラスノードを配置します。変数インデックス、セットノードにつなぎます。クラスに BP タイルをセットします。スポーントランスフォームとメイクトランスフォームノードをつなぎます。コリジョンハンディングオーバーライドをオルウェイズスポーンイグノーコリジョンにします。インデックスピンを変数インデックス、セットノードにつなぎます。コンパイルして保存します。レベルに BT スクエアアレイズスポーンを配置します。起動してみましょう。タイルの上を歩くとマテリアルの色が変わりましたね。インデックスとロケーション座標がプリントされましたね。設定ファイル。X と Y の座標に配置することで何か色々できそうですね。XY 座標でできるゲームの種類は 2D プラットフォーマーゲーム。プレイヤーがキャラクターを左右及び上下に動かしながら障害物を避けたり敵を倒したりします。2D シューティングゲーム。プレイヤーが画面内を移動しながら敵を撃つゲーム。パズルゲーム。特定のルールに従ってパズルを解くゲーム。XY 座標上でブロックを移動するタイプが多い。リアルタイム戦略ゲーム。XY 平面上でユニットや建物を配置し、敵との戦いを進めるゲーム。タワーディフェンスゲーム。XY 平面上にタワーを配置し、敵の進行を防ぐゲーム。2D アクションアドベンチャーゲーム。プレイヤーがキャラクターを操作して冒険や探索を行うゲーム。ターンベスストラテジーゲーム。プレイヤーが XY 平面上でユニットを動かし、ターンごとに行動を行うゲーム。メトロイドバニア。広大なマップを探索しながら能力を得て進行を解放するゲーム。2D ファイティングゲーム。2D 平面上でキャラクターが戦う格闘ゲーム。だそうです。はい、それでは、今回の動画はここで終わります。興味がある人は高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあ、バイバイ。